みんな元気なのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日はヨーロッパの真ん中にあるちっちゃくて素敵な国、ルクセンブルクを紹介するのだ。実はね、ルクセンブルクってすごい国なんだ。なんと国中の電車もバスも路面電車も全部無料で乗り放題なのだ。お財布に優しい国なのだね。羨ましいのだ。今日はそんなルクセンブルクの最新ニュースを3つお届けするのだ。どれも興味深いニュースばかりなのだよ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。賃金指数か2026年に前倒し実施の可能性、ステート C という記事なのだ。ルクセンブルクに跳ね、お給料や年金が自動的に上がるインデクセーションっていうみんなのお財布を守る仕組みがあるのだ。ステイテックさんの発表によると、2026年の次のインデクセーションがもし電気や原油の価格が 5% 以上上がり続けたら、予定されていた第3四半期よりも早く第2四半期に実施されるかもしれないのだって。みんなのお財布に直接関わる大切なことだから、今後のエネルギー価格の動きに注目なのだ。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくなのだ。さあ、みんなで一緒にルクセンブルクの世界を見ていくのだ。ヨーロッパのど真ん中、ベルギー、フランス、ドイツに囲まれた絵画のように美しい小さな国、ルクセンブルクをご紹介するのだ。首都は歴史と現代が融合するルクセンブルク市なのだ。古くから独立を守り抜いてきたこの国は、現在、太古を原始とする立憲君主制を採用しているのだよ。人口はおよそ65万人と少ないけれど、多言語が飛び交う国際色豊かな国なのだ。主要産業は金融業で、世界有数の国際金融センターとして知られているのだ。近年は宇宙資源開発や IT、グリーンファイナンスといった最先端分野にも積極的に投資し、未来をリードしているのだよ。中世の美しい城や要塞、豊かな自然が調和した文化も魅力的なのだ。小さくても世界に存在感を示すユニークな国なのだ。一つ目のニュースなのだ。賃金指数か2026年に前倒し実施の可能性、ステート C という記事なのだ。ルクセンブルクではお給料や年金が自動的に上がるインデクセーションっていう仕組みがあるのだ。ステイテックさんによると、2026年の次のインデクセーションがもともと予想されていた第3四半期よりも早く第2四半期に実施されるかもしれないのだ。もし電気や原油の価格が 5% 以上上がり続けたら、インフレ率が上がって2026年の第2四半期に発動する可能性が高いのだ。もしエネルギー市場が落ち着いていたら、予定通り第3四半期になるのだ。インデクセーションはインフレ率が年率 2.5% を2四半期以上超えた時に発動する仕組みなのだ。前回は2025年5月だったのだ。みんなのお財布に直接関わる大切なことだから、今後のエネルギー価格の動きに注目なのだ。2つ目のニュースなのだ。2026年、国境地域の空港から6つの新旅行先を発表。メス近郊のロレーヌ空港。4、9月にパッケージツアー運行という記事なのだ。ロレーヌ空港から新しいヨーロッパ路線が発表されたのだ。2026年の4月から9月にかけて、ルクセンブルクなど周辺地域からのお客様向けに特別なパッケージツアーが6つも用意されるのだ。メッツの近くにあるこの空港から、普段ルクセンブルク空港では行けない場所へ行けるチャンスなのだ。具体的には、ツアーオペレーターのトップオブトラベル、ガマルタのバレッタ、4月23日、イタリアのプーリア地方ブリンディジ、6月4日、アルバニアのティラナ、9月25日、クロアチアのドゥブロブニク、9月26日、連れて行ってくれるのだ。もう一つの PRT、パーティールは、ギリシャのコスト、5月3日、トロードスト、5月10日、へのパッケージを用意しているのだ。これらの旅行は、すべて宿泊込みの1週間滞在で、ツアーオペレーターを
を通して予約が必要なのだ。航空会社はまだ内緒だけど、新しい発見がたくさんありそうな旅なのだ。3つ目のニュースなのだ。広告コンテンツ2025年のアントレプレナーオブさイヤーは誰に？マングローブキャピタルパートナーズマネージングパートナーハンス・ユルゲン・シュミッツ氏に聞くという記事なのだ。これは広告主コンテンツなのだ。アントレプレナーオブさイヤー2025 EOY の候補者マングローブキャピタルパートナーズの共同創業者ハンス・ユルゲン・シュミッツ氏へのインタビュー記事なのだ。彼は戦略的ビジョンとスタートアップ支援で知られる有名なベンチャーキャピタリストさんなのだ。2000年の創業時、ナスダック暴落という大きなピンチがあったけど、強い信念と地元投資家の応援で、いくつものファンドを立ち上げて乗り越えたのだ。起業家は不確実性や孤独、重い責任、そして感情的なプレッシャーに直面するけど、補完的なチームを作ることが何よりも重要だと力説しているのだ。ドットコムバブル崩壊や第2ファンド立ち上げ時の個人的な挑戦も強い信念で乗り越えたって教えてくれたのだ。EOYファイナリスト選出はルクセンブルクを拠点とした戦略が成功し、スカイプのような有名企業を誘致し、投資家に最高の成果を出したことに対するコレクティブレコグニション、集団的認識なのだって。インスピレーションの源は支援する起業家たちと次世代への伝承なのだ。奨学金プログラムや専門トレーニングを通じて世界中の若者を育成しているのだよ。これからはマングローブを未来へと発展させるために市場の変化に対応しながら次世代チームの育成とサービス革新を進めるのだ。自身を象徴するものとして挙げた水晶玉は5年先、10年先を見通し、データが少ない中で未来を予測するベンチャーキャピタルの仕事の本質を完璧に表しているのだ。成功にはこの誰もまだ見ないものを予測するビジョンが欠かせないってことなのだ。今日のルクセンブルクは賃金インデクセーションや新旅行先、そしてアントレプレナーの未来への挑戦と常に活気に満ちているのだ。世界をリードする金融だけでなく、人々の暮らしや新たな可能性を追求するこの小さな国には驚きと魅力がいっぱいなのだ。これからも目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。